こんにちは、のすけです。色々と、夜しか眠れないぐらい忙しくて、また時間が空いちゃったけど、オリジナル水冷の開発は、しみじみと続いております。前回の動画で水枕は完成したので、今回はその他の部分を作っていきます。水道用の真鍮製フィッティングです。こやつを卓上万力に縛り上げて、真っ二つに切断。単面をヤスリで整えて、4分の1でネジを切り直します。のすけに転がっていた 120mm のラジエーター。もしかしたら見覚えがあるかも。に穴を開けます。勢い余って貫通しちゃうと、ラジエーターのコアを傷つけちゃうかもしれないので、面取り用のドリルを使用しました。バリを落として、ヤスリで面出し。のすけが外線激圧の次に信頼している、ロックタイトで接着します。接着剤が乾いたら、ヤスリで面出し。90度に曲げるフィッティングを取り付けて完成です。水枕を組み立てて、マザーボードに取り付け、マザーボードはデスクミニ A300、CPU は Ryzen 7 Pro 4750G です。フィッティングを取り付け、ラジエーターにもフィッティングと、ケースに固定するためのネジを取り付けます。あらかじめ穴を開けておいた、デスクミニのケースに取り付け、配置は、以前紹介した LS320 と同じですね。マザーボードを取り付けて、ほぼ完成。あとはハードチューブで接続するだけ。と思っていたのですが、ここからハードチューブ沼にはまってしまいました。寸法通りに U 字型に曲げる難易度が、ルナティック。あと、R の半径を小さくしようとすると、チューブが潰れてションボリング。R の半径が大きいともっさり感がたまんないんですよね。既製品のジグはどれも R が大きすぎて。はい、血迷ってしまいました顔。エレブインフィニテー社の 3D プリンターです。フライステーブルでタイマイをはたいたばっかりなのに、ジグを作成するために 3D プリンターを買うとか、もう、ちょっと脳がやばい、のかもしれません。まあ、デイブーの人も、3D プリンターは夢が広がリングとか言ってたし、ちょっと、諦めてもらってもいいですか？購入したのはマース3プロという機種で、Amazon で46,999円。使い方は意外と簡単だったかもしれません。まあど素人なんで、CAD の使い方とか。なので、もうちょっと勉強して使い込んでから、レビュー動画でも作ってみようかなと思っています。あ、ちなみに色は限りなく透明に近いブルーです。はい、できました。プリントの時間は40分ぐらいでした。驚くべき速さ。ヤスリだけでこれ作ったら3日はかかりますね。綺麗なブルー。で、3D プリンターで最も鬼門だったのがこれ。剥がれないんですんかを剥がれやすくする方法として、サポート材なるものをつけるらしいのですが、サポート材をつけると、途中で造形に失敗します。いい方法あったら教えて。ビルドプレートの MP が30減りました。今回は水洗いレジンを使用しました。アルコールで洗浄するレジンもあるようですが、廃液処理とかが面倒らしいのでこっちにしました。おすすめのレジンとかあったら教えてほしいです。水気を飛ばします。エアダスター、意外と活躍してます。ジェレンコフコーデ二次効果。早速使ってみません。ハードチューブをくねくねになるまで温めて、ジグの片側に挿入。もう片側で挟み込んで、カップヌードル時間ぐらい待ちます。
うまくできたようです。U 字型にするので、もう一回曲げます。できました。これなら寸法もバッチリ。曲げ R も 20mm なのでイケメンです。O リングが切れないようにヤスリで単面を整えて、フッケングに取り付け、寸法が出ているので簡単に組み付けできます。お金も手間もかかったけど、3D プリンターでジグを作るは、ありよりのありかもしれません。鋭角に曲がっているとかっこいいですね。完成です。無音 PC。すまんかった。まあ、何が言いたいのかというと、ポンプもファンもないよってことです。なぜなら、これ、使うから。みんな大好きのベックです。つまり、沸騰冷却でございます。沸騰冷却とは冷媒の総変化を利用する冷却方式で、冷媒が CPU から熱を奪って沸騰し、ラジエーターで熱を放出して凝縮します。液体の温度が1度上がるよりも、沸騰する時の方が100倍の熱を奪うので、水冷より効率よく熱の移動ができます。沸騰して気体になると密度が減少するので、配管内を上昇しラジエーターに導かれます。つまり、ポンプなしでも循環が可能です。ラジエーターで凝縮の時に放熱する熱量は、沸騰の時と同じく大体100倍なので、ラジエーターの見かけの効率が上昇します。つまり、ファンがなくても十分に冷却できる、かも。ちなみに、購入したのベックは7100、初代のベックちゃんで使用した7300よりも、沸点が低い61度となっています。本当はのベック7000が欲しかったんだけど、個人では買えないみたいで、しょんぼりです。沸騰して配管内の圧力が上がると大爆発しかねないので、ワンウェイバルブで圧力を抜くことにします。ちなみにオーリングは初代のベックちゃんの教訓から、すべてバイトン製のものに交換済みです。ノベックは濡れ性とドライアウトのバランスを考えて、CPU が半分ちょっと浸かる程度入ってます。いざ、行ってみましょう。スイッチ、オン。マジ無音だと電源入っているのわかんないっす。無事に起動できたようです。お漏らしなし、無問題です。CPU がアイドル時の温度は50度ぐらい。ちょっと高いですね。いざ、負荷をかけてみません。負荷をかけても、すぐには沸騰しないようです。沸騰し始めました。CPU 温度94度で熱的に平行になったようです。ノベック7100の沸点は61度なので、ベースプレートの熱伝導で33度温度低下してるみたい。これは改善の余地ありですね。熱的に平行になっているので、これ以上の温度上昇はありませんでした。ライゼンのサーマルスロットル寸前ですが、ギリギリ実用には耐えられそうです。別アングルで観察。いい具合に沸騰しているようです。水枕にも細工がしてあって、沸騰の流れを阻害しないように水路を作っています。あと、沸騰の逆流を防止する目的で、入り口でのベックがベースプレートに触れないように、仕切り板を設置しました。随分と回り道をしましたが、約1年ぶりにノベックちゃんが復活しました。また、ノベックちゃんライフを楽しんでいきた。